こんにちは。今日は大きなストライプのバッグを作っていきます。この3色の糸を使って広めのストライプで作っていきます。作り方は脇から編んでいきます。この部分を続けて編んでいって往復編みで広げていって、それを半分に折って袋状にします。ちょっと面倒な底を編まなくてもいいので簡単に作ることができます。よかったら試してみてください。今回私が使うのはセリアさんのソロフィム。カラーナンバーは2番。アクリル 100%35g 約105メートル。使用界隈の目安は4から5。これを2本一緒にして、こっちも同じくソロフィムのカラーナンバー8番。これも同じ糸で一緒にして、これは同じくセリアさんのミルフィム。これとこれを一緒にして編んでいきます。こんな感じで合わせていこうかと思っています。で、2本で編んでいくので針は8号。あとはマーカーととじ針を使います。さらに簡単にするために今回は既製品のストラップを用意しました。これはダイソーさんのもので長さは45。ちなみに幅は約 1.8 センチ。耐荷重は3キロ。先端にボタンがついていて、こんな感じで使うといいかと思います。で、これを使って簡単に作っていこうかと思っています。まず作りたいバッグの大きさを考えます。今回のバッグはここから往復編みで編んでいって、これを半分に折ってバッグの深さにします。これを袋状にしたら縁を少しだけ編むので、もうちょっと長くなることも含めてこのサイズを考えます。このサイズの2倍がこれから編んでいくこの鎖の長さになります。私は今回深さを16センチぐらいにしようと思っています。なのでそれを2倍して約32。ちょっと余裕を持って35ぐらい鎖を編んでいきます。作りたい長さよりも少し長めに編んでいきます。この長い辺は編みながらバランスを見て変更できるので、とりあえずこの長さを決めてで編んでいこうと思っています。鎖を約35センチ編んでいきます。この時の鎖はゆったりではなくて普通ぐらいで編んでいきます。鎖編みを約35センチ編んできました。この鎖の数を3の倍数プラス2に当てはめます。私は鎖の数を53、3の倍数プラス2に当てはめました。1段目は細編みをしていきます。細編みをするので鎖を1つ戻って2つ目に細編み。表でも裏でも大丈夫です。裏から針を入れる場合はこの糸が盛り上がっているところ、針から1、2、これが
1つ目の細編み、後で分かりにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、次もこのまま端まで一つに一つの細編みを続けます。1段目の細編みを編んできました。まだ途中なんですが、長さは約34センチ。これが好みの深さであれば、1段目を終わりにして2段目を編んでいきます。これから何段か編んでいくと、この状態よりも少し狭くなります。それも含めてこの長さを決めます。これが好みの長さであれば2段目を編んでいきます。この細編みの数は3の倍数プラス2にしています。残った鎖は必要なくなるのでほどいて、後で糸始末をしておきます。で、2段目を編んでいきます。2段目も細編みから始めます。まず鎖を1つ裏返します。鎖の根元に細編み、これが1つ目。分かりにくくなりそうだったらマーカー、次も細編み、次は鎖1つ、足元は1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に細編み、1、2、もう1つ細編み、これで細編み2つ、次は鎖、次は細編み2つ、これを繰り返していきます。細編み2つの次は鎖、足元1つ飛ばして2つ目に細編み、細編みは2つ連続、でこれでスリット、細編み2つでまたスリット、これを繰り返していきます。鎖、こんな感じになっています。これを端まで繰り返していきます。端まで来ました。端でも鎖1つ、細編み、一番端も細編み、これで2段目が終わりました。次は3段目。まず鎖を2つ、1、2、裏返します。下のこの鎖1つのスリット、ここに針を入れて長編みをします。ここ、
もう一つ長編み、同じところもう一つ長編みは全部で3つ。この3段目はずっとこんな感じで編んでいきます。次の鎖1つの下、このスリットに長編み、これを繰り返して端まで編んでいきます。端まで編んできました。さっき忘れたんですが、編み始めのこの鎖2つの下から2つ目にマーカーをつけておきます。で、端に戻って最後はこの端の細編みに中長編み、ここに中長編み絡めて3本あるうちの3本から引き抜きます。一度に引き抜いて中長編み、今回はこの細編みと長編み3つを繰り返していきます。で、次は4段目、次に色を変えてもいいんですが、私はここでこの長編み3つで数えていくと1、2、3、同じ色で3段編んでいます。で、4段目で色を変えています。で、1段目で色を変える場合は後でこの変え方を説明するので少し待ってもらって、次は同じ色で編んでいく方法を見ていきます。で、これで繰り返していくので、次はこの細編み鎖1つ裏返します。鎖の根元に細編み、下と同じように編んでいきます。で、隣のこの長編みの上、ここに細編みをします。次は鎖1つ、足元1つ飛ばします。1つ飛ばして2つ目に細編み、で、細編みは2つ連続、次は鎖1つ、次は細編み、これで端まで編んでいきます。端まで編んできました。私は次で色を変えようかと思っています。今ここまで細編みで終わっています。次にこの糸で長編み3つ、これはお好きな配色にしてください。もっと続けても大丈夫です。今端から2つ目の細編み、一番端に細編みをします。これが一番端、
細編みの途中まで、これを新しい糸で引き抜きます。これが新しい糸、引き抜いて、これで糸が変わりました。鎖を2つ、1、2、裏返します。さっきと同じようにこの鎖1つのスリット、長編みをします。次も3つ、次も3つ、今までと同じ編み方で編んでいきます。で、私はこれを2段、次にこの薄い茶色、次これを編んでいくとき、私は2段に減らそうかと思っています。2段で今度はこの紫、お好きな順番で編んでください。これでしばらく編んでいきます。この長編み3つを数えて15段編んできました。長さは約32センチ、これぐらいのサイズで作っていこうかと思います。こんな感じになります。で、色はこんな順番で合わせてみました。で、糸端の処理をします。で、他の部分はもう処理しています。こっちの糸とこっちの糸を結んでおきます。で、ここはここよりも少し狭くなっています。こっちも少しだけ狭くなっています。で、糸端を処理します。で、もう一回結んでほどけないようにしてから同じ色のところに隠します。ここで結んであるので、あとは簡単に糸端を隠しました。で、こっちも同じようにこっち側に隠します。これを半分に折って脇を細編みで閉じ合わせていきます。で、袋状にするので表を内側にします。こっちが裏、こっちが表で、こう閉じ合わせます。で、糸が出ているところを右側にします。で、順番に細編みをしていきます。今手前から糸が出ています。で、向こうの細編み、向こう側から針を入れてのループを引っ張って
これで糸が出ました。細編みをしていきます。まず鎖1つ、根元に細編み、この一番端の細編み、向こう側も一番端細編みをします。次もこのまま端まで細編みを続けます。ここまで端まで細編みをしてきました。まだ足元に一つ残っているんですが、これぐらいで糸を切って針で隠していきます。ほどけないように針を入れて、反対側も同じように細編みをしていきます。こちら側には長い糸がないので、新しい糸を使って細編みをしていきます。この端の細編みとこの端の細編み、こことここ、こことここで、手前の端の細編みはここ、向こうはこれは最初に編んだ鎖の糸端、この糸端の下には細編みが一つ、ここが向こう側の端の細編み、こことここを合わせます。新しい糸で引き抜いて鎖一つ、ここから一つ一つ細編みをしていきます。向こうはこの端の小さいところ、次はここ、これからはこちら側と同じです。端まで細編みをして、ここまで編んだらまた針で始末して、で袋状にして終わりです。両方とも閉じ合わせて袋状になりました。これを裏返して表を上にします。次は縁を編んでいきます。で、脇を見ます。これが脇の
中央、この今細編みをしたところ、ここから少しずらしてスタートします。ここが中央で少し右側、ここぐらいから始めてみようかと思います。この長編み3つと長編み3つの間の細編み、ここぐらいに針を入れて、で新しい糸を引き出して鎖1つ細編みをしていきます。まず根元に細編みで、この糸端は編みくるんでいっても大丈夫です。これが1つ目。後で見分けにくくなりそうだったらマーカー。次も細編み、この中長編みの隣に細編みを1つ、次は細編み、この細編みに細編みを1つ、次は中長編み、ここにも細編みを1つ、全部細編み1つ編んでいくので少し狭くなっていきます。次はこの細編み1つ、ここには糸端があるのでちょっと結んでおいて、で後で針で隠していきたいと思います。編みくるんで大丈夫であれば編みくるんでいきます。で今この細編み、次はここ、次はこの閉じ合わせた細編みのところ、これで細編みの上に細編み、次はこの細編み、次はこの長編み3つ入っているところ、この細編みにも細編み、次はこの長編み3つ隣、細編みを1つ、次も細編み、次は長編み3つの隣、これで1周します。でこの脇の部分はまた細編みに1つ、この細編みの上にもう1つ、でこの閉じ合わせた細編み、ここにも1つで1つ1つと編んで1周します。で1周してきました。最初の細編みに引き抜きます。これで縁の1周目が終わりました。次は2周目。2周目も細編みをしていきます。鎖1つ、根元に細編み、次も細編み、このまま1つに1つの細編みを続けます。ぐるっと編んでいきます。細編みを2周編んできました。今3周目を編んでいる途中。次はこのストラップを通すスリットを作っていきます。この幅だとだいたい細編み3つ、ここがこの脇の中心、さっき閉じ合わせた細編みのラインがここ、この前後3つを開けておきます。でこの幅でスリットを作ります。
こことこことここを開けます。まず鎖を3つ、小さな鎖を3つ、足元3つ飛ばします。1、2、3、4、4つ目に細編み。これでスリットができました。通るか確認します。これで大丈夫だったらまた細編みを続けます。一つに一つの普通の細編みで、細編みを続けて、こっちも同じくここを中心にして3つ、この3つを開けて細編み、鎖3つ、細編みと編んでスタート地点まで戻っていきます。3周目が終わって4周目の途中です。今スリットの手前、この鎖の下には細編みを3つ、1、2、3、鎖の下に針を入れて細編みをします。1、2、3、次はこの細編み、この細編みのこの部分、でまた一つに一つずつ、このまままた反対側、ここでも同じように細編み、細編み3つで、ここに細編みを1つで、また1つ、ここまで戻ってきて、また鎖1つで細編みをしていきます。スリットを作った後に細編みで2周しました。これが最後の細編み。少し長めに糸を残して、最後の細編みから糸を抜きます。で針で始末します。これが最初の細編み、これが2つ目、端から1、2、2つ目に手前から向こうに針を入れます。でこれが最後の細編み、最後の細編みに上から針を入れます。上から針を入れて細編みの中を通ります。大きさを調節して、で大きさが揃うようにします。あとは裏で何回か行ったり来たりしてしっかりと留めます。これで縁が出来上がりました。これで出来上がりでもいいんですが、ちょっとしたいことがあって、この角を内側に折って、これを糸で縫おうかと思っています。今この状態なんですが、ちょっと内側に折ってこういう形にしようかと思います。
裏返して、これを三角に折ってで縫おうかと思います。でまずこれが脇、こっちが底の真ん中にマーカーをつけておきます。これが底の中央、こっちが脇の中央、中央と中央をずれないように押さえます。でこの部分を縫っていきます。でこれが厚みなので好みの厚み、私は少しだけ縫おうかと思います。で針に糸は1本、これぐらいで、この線に直角、糸端は残しておきます。で何回か返しながら縫います。端まで来たら今度は元に戻ります。これを結んでそれぞれを隠します。この糸端を隠して反対側も同じように同じ幅だけ三角を縫います。両方の角を縫いました。角が丸くなったのでとても可愛いシルエットになりました。編み地は少し厚手でしっかりとしています。サイズは小さめのショルダーバッグ、脇の下に収まるぐらいの小さなショルダーバッグになっています。大きさは小さいんですが華やかな色になっているのでちょうどいいアクセントになると思います。でサイズを測りました。上から下までは17センチ、横幅は34、ストラップは45、使った糸は 120g。 具体的にはこのミックス糸が1玉、
薄い茶色も1玉、紫は4玉使いました。最後までご視聴ありがとうございました。